今回は水城葵の解説になります。レナート・ニールマンに足りなかった回復負荷継機で発動するパッシブを発動可能にする回復負荷を持ったキャラクターとなっており、分類は魔法使いですが、リナや最上真のようなサポート型の魔法使いとなります。レナート・ニールマンをアタッカーとして採用する場合は、今後は治癒早乙女ではなく水城葵が最適正となりました。スキル特性情報ともに書いてある内容が長く難解に感じるので、今回は少し噛み砕いて解説していこうかと思います。スキルについてですが、通常攻撃のみ変わった点がついておりません。それ以外のコア攻撃、スキルには全て特殊能力が備わっており、これがこのキャラを難解に感じさせる部分となっております。まずはじめに、このキャラにはコア攻撃、1スキ、2スキにランスフォームとアンブレラフォームで戦う2種類のフォームがあるという前提があります。これはざっくりと説明すると、コア攻撃と1スキと2スキは2回ずつ使えるものだと思えば問題ありません。そしてコア攻撃、1スキ、2スキすべてに水城葵の防御力 10% 分のシールド、最大3重複効果時間30秒が備わっています。これと防御力依存なこともあって耐久力が高くのけぞりにくくなっています。次にアンブレラフォーム状態のスキルから説明していきます。1スキはランスフォームから開始しアンブレラフォームへ移行します。1スキ使用後は空中からゆっくりと落下し、滞空時間中はアンブレラフォームを維持します。この滞空時間中にコア攻撃を使用すると、アンブレラフォームのコア攻撃が発動します。命中するとコア攻撃を参照した 150% 分の追加ダメージと受ける風属性ダメージ 1% 増加、最大5回重複、効果時間20秒のデバフを敵に付与します。これも使用中はアンブレラフォームを維持したまま滞空時間が発生します。次に滞空中に2スキを使うと、同様に2スキを参照した 150% 分の追加ダメージとコア攻撃の方で付与できるデバフと同じテーブルの受ける風属性ダメージ増加を付与します。ここまでがアンブレラフォームの一連の流れとなります。次にランスフォームについてです。ランスフォームは先に言った1スキ、コア攻撃、2スキの流れを命中させ終わった後に使用することができる2周目のスキルとなります。1スキが1スキを参照した 150% 分の追加ダメージが乗るようになり、着手攻撃に変化して2周目のスキル回しを始めることができるようになります。アンブレラフォーム1周からランスフォーム1周でちょうど必殺技が上がるようになっているので、ここで必殺技を使うことになります。必殺技を使用するとパーティーメンバー全体に春雨という効果及び気流という効果一重複発動。春雨、パーティー全体に1秒ごとに水城葵の防御力の 3.4% 分の HP 継続回復。与えるダメージ 10% 増加。受けるダメージ 10% 減少。効果時間は25秒。気流、風属性ダメージ 2% 増加。効果時間60秒、最大5重複。ここまで使い切って QT で交代が一連の流れとなります。QT には春雨効果時間中に使用すると必殺技のクールタイム 60% 短縮と春雨再発動という効果がつくので、必殺回転率も非常に速いキャラクターとなっています。ただし、命中させることで必殺技ゲージが蓄積されていくので、攻撃を当てないと綺麗に必殺技が打てない点に注意が必要です。瞬間移動が多かったり、距離を取って攻撃してくる敵には少し弱いと言えます。次に特性情報についてですが、こちらも長いですが難しいことは書いていないので噛み砕いて説明していきます。1スキ、2スキ、コア攻撃、強化1スキ、強化2スキ、強化コア攻撃を使用すると風効果発動。風、1スキ、2スキ、強化1スキ、強化2スキ、必殺技、特殊 QT のダメージ 50% 増加。3重複時、水城葵以外のパーティー全体に風力効果が最大重複で発動。スイッチアウト時に該当効果は解除。チームファイトでは15秒に1回該当効果解除。風力、通常スキルまたは必殺技を使用すると風力効果1重複解除及び解放の翼効果発動。効果時間60秒、最大3重複。解放の翼、通常スキル必殺技のダメージ 10% 増加。効果時間5秒、最大1重複。ややこしいですが、簡潔にまとめると、水城葵が味方にバフを発生させるバフを貼り、味方は通常スキルか必殺技を使うとその恩恵を5秒間受けられるという初期特性になっています。次に一つの効果、風力効果発動時、1重複あたりパーティー全体に魔力100回復。最大3重複なので300回復するものだと思えば問題ありません。これで竜のマナデバフやレナートのマナ大量消費を軽減することができます。そして次に解放の翼効果強化。通常スキルと必殺技のダメージが 10% から 20% に増加。新しく風属性ダメージ 10% 増加が追加。効果時間が5秒から10秒。重複回数は据え置きです。次に2突の効果。解放の翼効果がさらに強化。1突の効果に加えて、新しく必殺技が命中すると対象に回復負荷効果発動。回復負荷のみ効果時間30秒。これによってレナートの特性のハンタースマークがハンタースキー時に変化させることができるようになります。
次に3突の効果、風効果発動時、パーティー全体に風流効果発動、風流、合計で攻撃力 10% と防御力 10%、通常スキルダメージ 5%、風属性パーティーメンバーに追加で攻撃力と防御力 10%、通常スキルダメージ 5%、効果時間延続最大10重複。説明は10重複時の最大上昇値です。次に4突の効果、風属性で染めると風属性のパーティーメンバーに風属性ダメージが追加で 15% 増加とシンプルなので飛ばします。そして最後に5突の効果、QT、特殊 QT を使用するとパーティー全体に気流効果1重複発動。水品葵またはパーティーメンバーがスイッチアウト時、パーティー全体に気流効果1重複追加発動。気流風属性ダメージ 2% 増加、効果時間60秒最大5重複。チームファイトで必殺技使用後、特殊 QT を追加で使用。特殊 QT と呼んでいるものについてなんですが、本来だとハンターモードでしか使用できない QT が、このキャラクターはチームファイトモードでも使えるものだと思ってください。特殊 QT、必殺技ダメージの 300% を参照した追加ダメージ。スキルを使用すると必殺技のクールタイム 60% 短縮、および水品葵に瞬雨効果再発動。以上からスキル回しは、アンブレラフォーム1コア2、ランスフォーム1コア2、必殺技 QT が綺麗なスキル回しとなります。重ねてにはなりますが、命中させないと必殺技ゲージがたまらず、ハンターモードで毎ターン必殺技を打つことができない点には注意が必要です。次にアーティファクトですが、レナートにダメージを出してもらうため、祝福ハセットや守護シルフが候補に上がります。祈願はプレイヤーモードで祝福かぶりがある場合に候補に上がります。基本的には祝福と守護シルフがあれば問題ありません。次にコアですが、少しでもダメージを出したいなら、上はウォッチャー、真ん中は消去法で悪魔、下はウォッチャーで良いかと思います。個人的には昨今の戦闘力インフレ環境のために、つける種類よりつけるサブオプションの方を意識した方が良いかと思います。戦闘力が欲しい方は、サブオプ追加魔力や魔力消費量減少のコアを作成することをお勧めします。次に専用装備ですが、5突時点で防御力 12% と防御力は控えめです。サポーターといった感じの倍率になっています。性能については、1スキ、強化1スキを使用すると、パーティーメンバーの通常スキルダメージが 2% とか永続最大5重複と、こちらも最近のインフレ専用装備から見ると控えめに感じますが、特性情報を含め全てがレナートの高倍率スキルに乗ると考えるとバカにならない数値になっていきます。レナート同様、瞬間移動や距離を取られる敵には少し不向きなスキル構成となっていますが、レナートのハンタースケージ発動に必要な鍵となるキャラとなるので、回復負荷がつく2突は最低でもしたいキャラです。2突しないのであれば、古くからいる中早乙女の方が突が終わっている人が多く、戦闘力インフレの面も兼ねて中早乙女で良くなってしまうので、レナートのために2突以上しないのであれば、北条落ちを待ったり、スペシャルスカウト追加やサブスク課金をしている方は、ここの定期購入交換所に追加されるのを待って安上がりで突していくのが良いかと思います。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。